幻獣種ニーズヘックの姿が衝撃の解禁。ルフィの雷の神器がソマーズ星を瞬殺。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1175話の全貌が判明しました。タイトルはニーズヘックです。扉へリクエスト、コアラの子供たちにまとわりつかれるサボ、ペンネーム、ラーメン丸。今回の物語は前回の直後から始まる。捕らえられていた麦わらの一味が今ついに拘束から抜け出した。サンジがディアブルジャンプでロビンに絡みついていたイバイバの鶴をすべて蹴り砕き焼き切った。カメラが引き、全員が脱出した後の短い再会のシーンが描かれる。仲間たちはついに自由を取り戻し、興奮の表情を隠しきれない。よかった、ロビン。ありがとう。さすがサンジ。高熱に弱かったのか。助かった。しかし、リラックスした雰囲気は一瞬しか続かなかった。ロビンは笑顔を見せず、むしろその表情は異常なほど険しくなった。喜んでる暇はないわね。ああ、この覇気と雄たけび、そしてあの巨大な影は？カメラはすぐにヤルルがいる西の村へと切り替わる。ロキとルフィは子供たちとその親族を連れてヤルルがいる西の村へ向かっていた。画面の中では多くの子供の親たちが瓦礫の間で苦しそうに倒れており、周囲の村人たちはパニックになりながら仲間の名前を呼んでいた。リプリー、おいも、ロード。子供たちは絶望して周囲に助けを求めた。お願い、母さんたちを助けて。僕らに刺さってたのと同じトゲに刺されてるんだ。母さんが死んじゃう。ロキ、村が危ない。子供たちをどこか安全な場所へ連れて行ってくれ。俺に何の関係がある。勝手に背中に乗ってきたバカ友を降ろしに来ただけだ。さあ、とっとと降りろ。見ろ、ゾロだ。おい、ゾロ。この見開きページは非常に衝撃的だ。巨大な竜と化したロキが一口で一匹の MMA をくわえ上げた。その圧倒的な体格差に他の MMA も怯えきっている。それと同時に空には会場全体に響き渡る放送がこだまし、ヤルルが心を奮い立たせるような知らせを宣言した。エルバフの民よ、子供たちは無事だ。もう人質はいないぞ。ナミは安堵し、安心した笑顔を見せた。本当？よかった。巨人たちは武器を高く掲げ、天をつくほどの歓声を上げた。よし、遅えぞ。まさかその竜。ああ、ロキだ。それに、お前がいるならここはもう安全だよな、ゾロ。ああ、もちろんだ。せっかくでかいんだから、子供たちの夢から生まれたその怪物ともを一掃してくれねえか。今エルバフを破壊してるのはあいつらだ。ルフィは快く承諾した。いいぞ。だがその直後、彼は何かの気配に気づいたようで疑問の声を上げた。背景には重いものが落ちる巨大な音が響いていた。ドドド。空から何かが落ちてくるぞ。トゲだ。子供たちを中へ。無駄なことを愚か者め。追ってきたのか？貴様らまだ生き延びられるとでも思っていたのか？このゴミともめ。私の感動の物語を返せ。よくよく考えればこれは私にとってむしろ好都合かもしれない。子供たちが生きていれば私の責任は一切ないのだ。よし、このまま聖地へ直行しよう。ああ、だがその前にお前たちの親にとどめを刺してやろう。どうせもう瀕死だからな。私の三連装イバイバランチャーを味わうがいい。ソマーズ星のイバイバの蛇が方向に変わり、群衆に向けて走射しようとしている。子供たちは立ち上がり、敵の方向と親の間に毅然と立ちはだかった。そんなことさせるもんか。今度は僕が母さんを守るんだ。僕もやる。俺もやる。私も。この子供たちの突然の抵抗に対し、ソマーズ星は明らかに予想外だったようで、驚きの表情を浮かべた。ソマーズ星は口を大きく開けて狂ったように笑い、目の前の悲劇のドラマに深く刺激されたのか、病的なまでに叫んだ。たまらん、最高じゃないか。任務のことなどどうでもよくなるくらいにな。本当に素晴らしい。さあ教えろ。さらに面白くするためには誰から殺せばいい？勇気を振り絞ろうとするその間抜けな顔、一生忘れないぞ。死ね。コロン、逃げて、お願い。嫌だ。僕が母さんを守るんだ。まさに間一髪、宝冠が火を吹こうとしたその瞬間。空を覆うトゲは子供たちには当たらず、密集したキンキンカンカンという音とともに、ゾロがすべての致命的な飛来するトゲをことごとく引き飛ばした。恐怖ざめやらぬ子供たちと巨人たちはこの光景を驚きながら見つめ、頭上に信じられないという感嘆符を浮かべた。
さすが俺たちのゾロだ。信じてたぞ。にゃはは。ああ、わかってる。今は動け。何？貴様は何者だ？こいつの名前はゾロ、俺の仲間だ。絶対に忘れるなよ。ルフィは左手で雲から稲妻をつかみ出し、右手を照準器にしてソマーズ星に狙いを定めた。ソマーズ星の先ほどまでの得意げな表情は一瞬で崩れ去り、冷や汗が顔中を這い、両目は見開かれた。それは絶対的な力に対する極度の恐怖だった。その後、ルフィは真偽ゴムゴム白い雷回転弾でソマーズ星を攻撃する。稲妻をまとった拳が怒涛の勢いでソマーズ星に容赦なく叩き込まれる。この技は手にした稲妻と拳を直接結びつけ、凄まじい雷の威力を爆発させた。ソマーズ星の顔は巨大な拳の下で完全に歪み陥没し、眼球は飛び出し、歯は吹き飛び、唾液と血が共に飛び散る。カメラが引き、この一撃がもたらした前景の爆発効果が描かれる。巨大な衝撃波が怒涛のように周囲を席巻し、ソマーズ星は彼が乗っていたイバイバの蛇とともに、この絶対的な力の前では、ボロ布の人形のように激しく吹き飛ばされた。麦わらの一味だ。ソマーズ星が倒されたことで、子供たちの身体のトゲがついに解除された。は、抜けた。母さん、あれは。ついに見られたわ。あれがルフィ君の白い姿。本当にニカみたい。彼こそが本物の解放の戦士だと信じているわ。ニカ？何のことだ？そんなもの、ただのおとぎ話に過ぎん。ロキは敗北したソマーズ星に対し容赦ない追撃を行い、巨大な足の裏で猛烈に彼を激しく踏みつけた。下にいる巨人たちは、この突如現れた巨大な怪物に怯え、叫んだ。うお、ニーズヘックだ。俺たちはあれに助けられたのか？よし行くか。遠くにいるギャバンとチョッパーは巨獣が引き起こした騒動を眺めていた。なんだあれ。ロキに違いねえ。あんな姿を見るのは初めてだ。目の前のこの恐ろしい光景はギャバンの記憶に触れ、彼の思考をあの痛ましい過去、すなわちハラルドが殺害されたあの日に引き戻した。エルバフの宝、それは何なんだ？ああ、それは悪魔の実じゃ。禁断の名。竜々の実、幻獣種、モデルニーズヘックじゃ。それを食った者は世界最大の竜に変身できると言われておる。じゃが、竜の最終的な大きさは実を食った者の本来の大きさに左右されるんじゃ。巨人は人間より大きく、古代巨人は巨人よりも大きい。実を食った者が大きければ大きいほど、より大きな潜在能力を引き出せるのじゃ。黒気竜が最大サイズに達すると稲妻を吐き、さらに昼を夜に帰るほど巨大に成長すると聞いとる。じゃあその危険性のせいで誰にも実を食わせなかったのか？それだけではない。もし誰かが実を食おうとすれば、守護する父ラグニルがそれを守るのじゃ。エルバフには戦シーンの伝説があってな。ラグニルを武器として振るっていたのがその戦シーンじゃ。伝説によると、戦シーンは巨大な竜に変身し、太陽の神に立ち向かったとされとる。それに加えて、彼には下のリス、ラタトスクという忠実な部下がおった。そして最後には、ラタトスクが種を失い、自らを土に宿らせ、種の帰還を待っていると伝説は伝えておる。じゃからラグニルは、幾多の時代を経て、守護者としての使命を果たし、ついに選択をしたのじゃ、ロキを選んだのじゃ。回想が終わり、時間は現在に戻り、ロキは MMA への攻撃を開始した。空を飛ぶ翼竜、地上を狂ったように走る牙を持つ巨狼、バイキングの兜をかぶった巨魔、さらには巨大な剣と丸盾を手にした巨大な骸骨戦士までもが、すべて恐怖に陥り、必死に外へ逃げ出し、この破滅的な最悪から逃れようと企てていた。ロキは巨大な頭を上げ、深淵のような巨大な口を限界まで開いた。周囲で激しく跳ねる稲妻の演出とともに、極めて高密度で直視できないほど眩しい巨大なエネルギーの光球が、その喉の奥深くで狂ったように力を蓄えている。この眩しい光を見ているだけで、間もなく爆発するであろうこの破滅的なエネルギーを感じ取ることができる。神罰が降臨する。いかなる同情もなく、ロキは蓄え終えたエネルギーを極太の、まるで空間を切り裂くかのような恐怖の稲妻のブレスへと変え、下方の MMA に向けて呆然と放った。この雷海と呼ばれる光線が大地に轟き、瞬時に核爆発レベルの巨大な光球と怒涛の衝撃波を引き起こした。凶暴な稲妻が空を切り裂き、天をつく巨木が根こそぎ引き抜かれ、大地はまるで紙切れのように層をなしてめくられ、引き裂かれた。
土煙が立ち込める瓦礫の中で、先ほどまで狂ったように逃げ惑っていた MMA は、今やすべて粉々に吹き飛ばされ、そしてイムが静かにそのすべてを見つめていた。ルフトリスのラグニルはロキの頭の上で歓声を上げている。この時、画面が切り替わり、遠く離れた聖地マリージョアの花の間へと移る。暗がりに潜むイム、そのもともと平穏だった瞳が突然変化し、身の毛のよだつような鋭い色を放った。ああ、ずっとそこにいたのか、ニーズヘック。編集コメント、彼らにはつながりが。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。